ごきげんよう。今回は多発性硬化症について勉強します。多発性硬化症に特徴的な所見を解説します。一つ目です。脳室周囲に側脳室壁に垂直に伸びる卵円形病変、オボイドリージョンを認めます。二つ目です。リング状の増強効果を変異に認めます。リングが途切れ、オープンリングとなる場合があります。多発性硬化症のような脱髄性疾患で白質量の少ない皮質側が途切れる所見が知られています。三つ目の所見です。T2 強調像で主流状の高信号機があり、変縁にリング状の増強効果を認めます。多発性硬化症において脳腫瘍と類似した脱髄病変で、チュームファクティブ MS と呼ばれます。脳腫瘍と比較して、マスエフェクトが乏しく、オープンリングが見られます。左から脳農用転移性脳腫瘍膠芽腫の画像です。リング状増強効果を見たら、これらを思い浮かべる方が多いと思います。多発性硬化症も、特にリングが途切れているときは鑑別に挙げましょう。4つ目の所見です。U ファイバーに沿って T2 強調像、フレア像で高信号を一定す所見を Isolated U ファイバー Region と言います。U ファイバーとは、皮質下にある脳界同士をつなぐ繊維で T2 強調像で低信号に見えます。多発性硬化症の後発部位である U ファイバーや脳梁は二重血管支配であり、軽度の慢性虚血性変化では保たれるため、慢性虚血性変化との鑑別点となります。5つ目の所見です。脳梁から脳室に指のように伸びるドーソンズフィンガーを認めます。6つ目の所見です。脱髄病変の内部に静脈を認めます。これをセントラルベインサインと言います。地下率強調像は脱髄病変と静脈の関係性を評価するのに有用です。多発性硬化症などの脱髄性炎症性疾患は静脈周囲に分布するペリバスキュラーパターンのため、この画像のように病変内を静脈が貫通する所見が見られます。7つ目の所見です。慢性期病変は T1 強調像で低信号を停止、T1 ブラックホールと言われます。8つ目の所見です。MS 病変は脊髄や神経、小脳、脳幹に見られる場合があります。脊髄病変は頭尾側に短く、外側後部辺縁優位に分布します。左が多発性硬化症、右が視神経脊髄炎の画像です。視神経脊髄炎は、病変は脊髄中心部に見られやすく、三椎体以上にわたって頭尾側に広がります。一方、多発性硬化症は脊髄白質に分布し、病変の長さは2椎体以下です。多発性硬化症の所見を一通り学んだところで、実際の症例で見てみましょう。40代男性、両手のしびれとろれつの回らんさを自覚しています。T2 強調像です。大脳深部白質に多発する卵円形病変を認めます。視床や脳幹、小脳にも見られます。T1 強調像です。同部位は低信号を呈しています。病変の一部に T1 ブラックホールが見られます。フレア視上段です。脳梁から指のように伸びるドーソンズフィンガーを認めます。造影 T1 強調像です。リング状に脳線される病変を認めます。
リングが途切れている部分があり、オープンリングサインです。55歳男性。左半身の筋力低下を自覚しています。T2 強腸像脂肪抑制です。皮下白質に卵円形病変を散見します。右前頭葉に主流上の高信号域を認めます。フレア像です。T1 強腸像です。辺縁は一部淡い高信号を呈し、T1 ハイパーインテンスリージョンの所見です。造影 T1 強腸像です。リング上に脳線される病変を認めます。リングが途切れている部分があり、オープンリングサインです。病変周囲に浮腫が見られます。病変のサイズを考慮すると、側脳室の圧迫変形や正中変異に乏しく、マスエフェクトが比較的軽微である点は、脳腫瘍よりもチューブファクティブ MS を示唆する所見です。この症例は CT 画像がありませんが、CT で MS 病変には高級視を呈する部分がないことも鑑別点です。今日の勉強会は終わりです。症例は概要欄のリンクからどうぞ。